大きなテーマとして光であったり記憶であったり、その記憶に伴う感情みたいなところがあるので、なんかそういったものってすごく移ろいでいくなと思って、なんか写真をこう一枚パシャって撮った固定されたものじゃなくて、日々本当に動いていくものなので、なんか花畑をこう歩いてる時もじっとそこにいるわけじゃなくて、歩きながらこう感じていくっていうのがあって、なのでその移ろいでいく感覚とか記憶がこう層として重なっていく、記憶とか感情とか光とかが重なっていくっていうのをちょっと一つの画面に表したくて、今のなんかその技法にたどり着きました。この後ほとんど多分 98% くらい絵の具で上に乗って描いていく感じにはなるかなと思うんですけど、おぼろげな記憶というかいうのがあって、そういうのをやっぱり画面に留めたいなって思うので、そう思った時に写真そのままだと結構強いなっていうのがありまして、写真を見てそのまま描き出すっていうのが、一回この写真をあえてこう曖昧なまま転写する、完全なまま転写する感じではなくて、ちょっとどこかこう欠けていたりだとか、ちょっとドット状になっててあんまり不鮮明になっているところとか、なんかそういうところでなんかこう書き起こせればいいなって。この抜けた白いところとか、画面からまたインスピレーションが湧いて、ここをちょっと光を多めにしようとか、この形面白いなとかっていうので書き出すっていうのもあります。さて皆さん、ノート写し終わったかな？普段短大で幼児教育科なんですけど、なので保育者になりたい子、要するに保育士さんとか幼稚園教員の先生を目指している子に造形活動を教えています。なので保育の中で子どもたちとどういった造形活動をすればいいのかなっていうところで、子どもたちやっぱり年齢とか発達によってできること、その時に必要なこととか、あと子どもたちの興味だったり、こういう力を伸ばしたいみたいないろいろあるので、そういったところも含めながら、工作をしたりとか、絵画のいろいろな技法遊びをしたりしてっていうのを、教えています。あとはちょっとやりながらノートはで、ぜひ今日はこんな感じならやってほしいので、塩をかけるときどんな音がするかな、光に当たったらどんな風に見えるかなとか、ちょっとそこら辺も感じながらね、楽しんでください。生徒とはよくコミュニケーション取ったりするんですか？そうですね、結構普段から話はしますね。あとやっぱこう制作しながら、制作ってやっぱ自分の興味あるものとか好きなものとかがなんか出てくるので、これ好きなのとか、そういう話が広がりやすいっていうのはありますね。自分を表現することになるので、なんか関係性ができてる方がより出しやすいんだろうなみたいなのはすごくここ7年くらいやってて思うところですね。結構だから学生たちがうまくいかなかった、失敗しちゃったとか、気持ち悪い感じになっちゃったみたいな発言がたまにあるんですけど、失敗とかは正直そんなにないよって話はいつもするんですけど、うまくいかなかった、でもここは色のにじみとして綺麗だよとか、なんかとにかくその子のことを受け止めてあげるっていうのが結構中心になりますかね。うまい下手が基準じゃなくて、やってどういう発見があったとか、じゃあ次にどう活かせるかとか、学生たちも結構やってて、
きちんとしたやり方っていうよりも一つのやり方を学ぶと次もっとこうしてみたいとか結構発展して考えてくれるので、なんかそういうワクワクする気持ちとかを育てたいなと思ってやってます。最初のこの転写をした時にやっぱりこう転写のムラというか画像が写ってないところが白として残っていて、それをちょっとその白の残り方が綺麗だなと思ってこう白い絵の具を今のせているような状態なんですけど、何ですかね、こうちょっと霧がかかった感じというか、なんかそういうのがすごく綺麗だなと思って、これをちょっと活かしながら描いていきたいなというところはあります。で一番下が石膏地で下地を作ってるんですけど、石膏地の白とやっぱり絵の具の白っていうのはまた質感が全然違うので、うまく石膏地の白も活かしながら描いていけたらなと思ってます。10年くらい人物画をずっと描いていたんですけど、なんかあることがきっかけでちょっと自分の気持ちが変わってきて、なんかこう人物画を描いてる時って割と自分自身がいろいろ抱えている問題とかに向き合うために描いてたっていう側面が大きくて、なので描いてる絵もこうちょっと決して明るい感じではなくて、そう自分と向き合うためにずっと描いていたところがありました。で、あることをきっかけにちょっとある人に思いを打ち明けた時に受け入れてもらえたみたいな経験があって、なんかそこからなんかすごく世界の見え方が変わったと言いますか、なんか私はもうこの絵は描かなくていいんだってその時思ったんですよね。で今度はなんかこう誰かの光になれる作品を描きたいなって、寄り添える作品を描きたいなと思っているところで、結構なんかその自分の問題自体が解消したわけじゃないんですけど、気持ちが変わるとすごく世界の見え方が変わって、あんまり今までこう花とか見ても綺麗だなとは思ってたんですけど、そういう気持ちが変わった時に花畑にいた時にすごいなんかこう包み込まれるような幸福感というかになんか包まれて、あんまり今まで経験したことのないというか、今まであったはずの景色なんですけど、すごい幸せだなって思ったんですよね。それを書き留めたいなと思って花畑を書き出したっていうきっかけがあります。私の絵を見てる時だけはなんかその嫌なこととか疲れとかも忘れてほしいなっていう思いが今あって、今はでもそうですね、なんかその誰かのために絵を描いてみたいなっていう気持ちがすごくこの 1,2 年強まってるかなっていうところで、割とそこはモチベーションに本当になってるかなと思います。